さあ、今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット太田店さんに来ましたよということで、スーパー戦隊シリーズのコーナーにいます。戦隊ロボがね、年代順にずらっと箱あり箱なしで並んでるんですけど、もうね、今となってはこういうね、もうジェットマンとかね、まあジェットマンまではいかなくても、割と平成レトロぐらいのこういうね、メガレンジャーとかね、555銀河マンとかも全然ありますし、もうちょっと最近で言うとマジレンジャーとかね、ゴーオンジャーとかもう当たり前のようにあるんでね、今となってはちょっともう珍しいと思いますね。さあ、そしてこれね、僕の大好きなメガボイジャー。まあ持ってるんですけど、箱はさすがに持ってないんだよね。この5人のポーズいいよね。かっこいいね。メガボイジャー。まあ、メガレンジャーのね、後半の主戦力のロボになりますね。最初ね、ギャラクシーメガなんだけど、だいぶメガボイジャーになってパワーアップした感じはするかな。メガシルバーのね、早川優作さんとかが作ったロボになりますね。メガレンジャーはね、バックアップしてくれる組織がね、かなり大手なんでね、高校生ヒーローだけど、なんとかやっていけるよみたいな感じです。で、ガオレンジャーとかもあったりね、この左に来るごとにね、古くなってるんで、こっちが古いかな。ドンブラザーズの誘導だね。もうなんか、今って誘導もう上半身下半身で売ってるんだね。1個じゃ何の意味もなくないなんでじゃあ分けてるんか謎なんだよね。さあ、そしてここら辺ね、未開封のね、戦隊ガチャガチャとかあったらラッキーですね。こんな感じで。やっぱ見ちゃうよね。いろんなガチャガチャが混ざってたりもするんだけど、これなんだろう。ここら辺はね、100円コーナーで、これね、宝石アニマルみたいなやつで、いろんな生き物たちの一部が宝石になってるっていうシリーズのガチャガチャで、確かね、定価300円か400円、300円かなぐらいするんで、110円でこう選べて買えるってかなりお買い得な感じしますね。だから僕ね、100円コーナー行ったら未開封ガチャガチャ、カプセルトイね、こういうの見ちゃうんですよ。まず見るかな、ソフビよりも先に。で、最近だと食玩ソフビとかで欲しいやつとか探してますね。今回もね、ブンブンジャーとかゲットしたんですけど、もういるんだって思って、なんか動画とかで使えたらいいなと思って買いました。そしてこっち側にもまだいっぱいあるよっていうことでね、これもゼンカイジャーかな。ゼンカイジャーぐらいのおもちゃって今こういうリサイクルショップとか中古ショップでいっぱい手に入りやすいよね。またなんか見つけた。また未開封ガチャガチャ。そうね、ルパパトとかも今買いやすいかな。でも状態が悪いのがちょっと増えてはきてると思うんだけど、やっぱ今買うならゼンカイジャーがおすすめですね。今安く買える。ソフビもあるね。ロボのソフビとかね。なんかドライブとかいたんだけど今。ドア銃もある。ドア銃ってすごい発想だよな。で、ここら辺ね、また戦隊コーナーなんですけど、キーアイテムとかいっぱいあるね。これあれじゃん、ナーガだっけ？サソリオレンジじゃない。ヘビ使いシルバーか。ナーガ、一回闇落ちするよね。こういうね、これ食玩なのかな？メタルチャームみたいなのもありました。結構いっぱいあったかな。こういうね、ブルーンね。ゼンカイジャーのブルーですね。ロボなんだよね。ロボ人間みたいな。機械トピアのね、機械生命体っていうのかな。そして、またガチャガチャ。これか宝石アニマル。そうだね。そしてね、今戦隊コーナーに戻ろうと思ったらちょっと人がいたので、こっちに来ました。動物のおむすび。なんだ動物むすび。何それ。買える。ふわふわ素材。なんて言うんだっけ、こういう素材。ね、最近結構あります。ポケモンとかでもありましたよね、このふわふわシリーズ。こういうところにね、アニャとか、あとカプセルトイの動物フィギュアの出来いいやつとかあったりするとね、結構お買い得なんですけど、最近だと橋本美代さんだっけ、彫刻家の方が彫った動物とかがあったりする場合があるんですよ。そういうのって1回500円のガチャガチャだったりするし、しかもなかなか手に入りづらくなると値上がっちゃうんで、こういうところで見つけるとラッキー。あとはやっぱアニヤかな。
アニヤはね、お店側も結構分かりやすいんだけどね。あとパーツ取れちゃうことあるからね。これアシカなんだろう、トドアシカトドアシカどっちだね、出来よかった。最近その橋本美桜さんだっけのね、掘ったウルトラ怪獣たちもオンラインガシャポンで出てて、4種類だっけな、ピグモン、ウーだっけな、あとバルタン星人ゴモラで、僕ゴモラ欲しいんですよね。ちょっとあれね、オンラインガシャポンね、ガシャポンかやりたいんだけどね、ちょっと悩んでます。そしてこっちね、トイストーリーのコーナーですよ。エイリアン、リトルグリーンメンか。で、バズ。ね、トイストーリーコーナーね、どのトイプラネットさんに行っても割とあったりするんで、見るとね、レアなバズとかね、こんなバズいたんだってやつとかあったりするんで、おすすめなコーナーです。で、戦隊コーナー戻りました。キラメイレッド、ビッグサイズソフビ、500円ぐらいで買えますね、今大体。で、ソフビめっちゃあるよっていうね。ここからお宝探すの楽しいよ。これも当時ものかな多分。タイムレッドだね。でもちょっと綺麗すぎるぐらいだけど、当時ものじゃなかったとしても、割とタイムレンジャーぐらいの頃の造形だからね。タイムレッド、永井勝さんが演じたタイムレッドですね。タイムレンジャーも面白かったね。最近割と TTFC で見たんだけど、前話見たんだけど、懐かしかった。って思い出したわ。こんな感じだったわっていう。当時見たきりだったんで、すごいいろいろ思い出しましたね。あと全然知らなかったエピソードとかもいっぱいあって、綾瀬ブルーがね、免許取るシーンとかあったりして面白いんですよね。で、今回見つけたお宝、こちらですね。僕も持ってなくて、ニンニンジャーの確か敵戦闘員ですよね。これはね、探し求めていた。やっと見つけた。で、これね、キューレンジャーのインダベとかもいて。やっぱ敵戦闘員がね、110円でいたらもう無限回収ものですよ。遊ぶ時にいっぱい使えるから楽しいよ。ね、ほら、もう一体いた。これなんだっけ、これ何のやつだっけな、ルパパトだっけな。で、レアなところで言うと、カーレンジャーの敵戦闘員とかが見つかると、ワッパーだっけ、とか何種類か色出てたんだよ、当時。そういうのが見つかるとラッキーですね。僕もね、当時買ってもらったのが家にあるんだけど、こういうね、中古ショップではなかなかまだ見つけれてないですね。ね、メガレンジャーのくねくねとかはね、ソフビ化されてないんでね。なんかプレ版とかでソフビ化してほしい。10体セットで1万円か。1万円か。高いな。1万円が高いな。10体セットで4800円ぐらいで出せないんかな。とか、ネーズレンジャーとかいつも言ってるけど。歪んでは当時出てたからね。ドクター・ヒネラーとかは人間だから顔がちょっと難しいかもしれないけど。で、ブルタウラス安すぎる。銀河マンだよって感じなんだけど、しかも結構見つかるんですよ。なんでこんな安いんだよ、ブルタウラスだけ。当時多分売れ残って状態よく残ってるのが多いんだよね。僕も当時売れ残ったやつをね、箱入り新品を1000円で買ったことがあって、それが未だにね、実家に残ってるんですけど、だからかなと思いますね。だから状態よくデッドストックが多いというか、これメガボイジャーの、なんだっけ、ボイジャー 4？ メガ V4 なの？なんだっけな、なんかね、メガパルサー、なんかいろいろあるんだよね、なんか名前がね。ソーシャボイジャーとかなんか名前あるじゃん。胸の部分になるメガイエローの乗るマシーンですね。ボイジャースパルタンっていうのがメガボイジャーの必殺技なんだけど、もう一個胸からなんだっけ、ボイジャーパルサーだっけな、なんだっけ、メガパルサーだっけ、なんだっけ、そんな感じで胸から出す攻撃もあって、そこで活躍するイエローが乗るマシンなんですよ。で、戦隊ロボこんな感じでずらっと並んでるよっていうね。仮面ライダーコーナーとかもね、めっちゃ広いんだけど、今回やっぱり戦隊ものでいうと、この仮面ライダーコーナーの方にあった特化コーナーっていう安くなってるコーナーに、こういうね、ルパパトの武器とかね、100円であったり、最近はね、こう、武器とか変身アイテム180円ぐらいが多いんだけど、それでも特価で180円っていうのはかなり、デラックス玩具が買えると考えると、異常な安さだよね。
昔はね、結構100円で大量にいろいろあったりしたんだけどね。僕もその時ちょっと買いすぎちゃって、そう、家がね、ちょっと大変なことになっちゃって、ちょっとだいぶフリマで売ったり処分してるのもありますよ。あと、またトイプラにそれ売ったりね。ちょっと増えすぎたなと思って、100円だから買っちゃえっつって考えなしに買っちゃったからね。ビオランテ。この中ビオランテ最近夢に出てきたわ。これなんだっけな、あれだよね。まあ今となっては珍しいけど、そんなに価値はね、高くないとは思いますけど、なんだっけな、三日月みたいなやつも、だよね。怪獣というか。で、ここら辺がね、ゴジラコーナーなんですよ。まあ、ガメラとかゴジラとかのソフビがいっぱいあるんですけど、メカゴジラ、キリュウいるね。これアイアンマンかな。トルーパー。アンギラス、ガイガンとかね。で、やっぱね、ムートのアイテムは高くて、こういうエッグも高いし、ソフビのムートとか超高いからね、今。スタノザウルスとムートは高い。で、こっちの方ね、トランスフォーマーとかゾイドとかありますね。結構ね、僕のチャンネルトランスフォーマーで検索してきてくれてる人も多いんで、ちょっとね、僕のね、興味があんまトランスフォーマーに向かないんでね、ちょっとあんまやんないんですけど、こっちトミカとかね、トミカタウン。最近のトミカタウン新しいシリーズで出て、まあ前はね、ビルドシティって言って組み替え遊びが楽しいっていうのが売りだったんだけど、今回はまあビルドシティよりリアル感はちょっと良くなって、そしてまあビルドはできないけど、収納が折りためるよみたいなシリーズになってるんですよね。はい、そんな感じで今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット太田店さんに行ってきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してください。あとね、毎回言ってるんですけど、説明欄にね、いろいろリンク貼ってるんで、お買い物の際はそちらのリンク1回でもね、踏んでいただけると助かります。よろしくお願いします。ではまた次回。バイバーイ。